今日はですね、いつものプレゼン大会ではなくてですね、ちょっとライトニングトークっていうのをやろうと思います。普段ね、プレゼンっていうと大体の時間決められた中でゆっくり話してってやっていくんですけども、ライトニングトークは持ち時間、きっちり3分のその中でプレゼンをまとめて、でそれを一気に発表して時間が来たらもう即終了というそういう感じのプレゼンになっています。今回、それに挑戦をしてくれるのが、プレイ&クリエイト大阪を中心にね、活動している100人ぐらいのチームですか、学生さんが多いんですけどね、そこのチームの、精鋭5人が、今日参加してくれることになりました。精鋭ですよね。あれ時間3分、3分だったら容赦なくこのベルがとなります。なった時点で即終了、ということでやっていこうと思います。はい、ではライトニングスタート。大丈夫大丈夫ライトニングトーク1人目、スタートします。では拍手をお迎えください。どうぞ。今回、僕が考えてきたゲームの、タイトルは、言論勇者と言います。まず企画意図について軽く説明したいと思います。まず1つ目なんですけども、もしも、非力な人物が、主人公だったら、敵たちにどうやって立ち向かうのかなと考えたところ、話術や口で、敵を、打ち負かすという方法が、一つの対抗手段になるんではないかと思ったからです。2つ目は、敵サイドの情勢を少し描いてみたいと思ったからです。敵なんですけども、RPG によくある、魔王軍っていった感じなんですけども、軍っていうからにはやっぱりそのいろいろと内部にもいろんな情勢があって、もしかしたら案外ブラックであったりとか、敵がもしかしたら軍隊が脱退したいとか、そういう考えもあるかもしれないと思って、言論というコンセプトにするとそういうのも描けるのではないかと思ったからです。軽くゲーム概要について紹介します。ゲームタイトルは言論勇者、ジャンルは言葉で敵を倒す RPG、プレイ人数は1人です。ターゲットは10代から30代の男女を対象しています。プラットフォームは iOS、Android といったスマートフォンを想定しています。ゲームコンセプトは子供にて敵を倒していくゲーム、または説得し味方を増やしていくというゲームになっています。なぜ、味方にしていくっていうのが、今回のゲームでは、実は重要な要素になってきています。ストーリー的には、勇者が魔王を最終的には倒すっていう典型的なものになっているんですけども、ただ、悪人を倒すだけではなく説得し味方、全人にするというのが重要なポイントになってきています。敵をなぜ味方にするのかというと、主人公は村から出たことがない状態で全く外の世界の情報を知らないという場面からスタートします。そのため主人公は敵からその何多くの情報を得る必要になってきます。流れとしては敵と出会う、そして敵を仲間にする、敵の情報を得る、そして魔王と戦う、1から3を繰り返すことで情報を蓄えつつ、最終的に魔王と戦うという流れになってきています。ゲームシステムはマップは見下ろし型のマップを想定しています。ランダムエンカウントで敵とバトルをするという、従来の RPG とあまり変わらないんですけども、一つ従来の RPG とは違った要素が一つあります。それは戦闘になります。本作の戦闘でははい、準備できました。すみません、お待たせしました。はい、では、2人目、小倉さんのクライムレースです。では3分間スタートします。はい、用意スタート。はい、皆さんはじめまして。大阪電気通信大学プレイ&クリエイト1回生藤原達弘と申します。僕今回はユニティでゲームを作らせていただきました。そのタイトルがクライムレースで、コンセプトが疾走感とスリル感を両立したレースゲームというコンセプトで設定しました。このコンセプトをした理由はですね、ルパン三世とか見て、これちょっとゲームしたら面白いんじゃないかと思いまして、それでこういうその面白さの分析した疾走感とスリル感両立してるかなと思ってこのコンセプトで設定しました。ゲーム内容、車で敵は警察です。敵から逃げるだけとなっています。で動画があるので動画を、マテリアル関係は全部マジカボクセルを使用して作りました。で、移動方法は十字キーでシンプルにしていまして、
で警察が近づいてくると、さっきちょっと一瞬だけ映ってたんですけど、画面が赤くなるようにしてスリル感を演出するようにしています。でこの普通に走っている時期以外の車は、ナビメッシュを使って、やっています。でパトカーも最初はナビメッシュを使ってやったんですけど、この今からここのビルの中に入っていくことにパトカーがその来れなくなってしまったり、その普通の車との関係でちょっと面倒くさくなってしまったので、普通にプログラムで書きましたでパトカーに触れたらゲームオーバーでやっています。ゲームオーバーはい、最後やってみて、コンセプトがやっぱり大事かなっていうのが分かりました。僕初めてこれゲーム作ったんですけど、このコンセプトを大事にしてないとゲームとして何が伝えてないか、何が伝えたいかっていうのがちょっと伝わってこないかなっていうのが今回反省点です。でこの疾走感とスリル感両立っていうコンセプトでしたんですけど、ちょっとやっぱどっちかに偏った方が分かりやすいゲームが作れるかなと思いました。でそのコンセプト関係を含めて実装してみないと分からないっていうことが分かりました。パトカーの関係、パトカーの車のナビメッシュとか、車をまず動かすのに頭を想像してたのをやってみたら全然違う動きがなってたりしたので、それ今回分かったのが良かったかなと思います。これらのことを生かしてまた作っていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。素晴らしい。残り時間がまだ20秒ありましたねでは、準備できたみたいなので早速始めていこうと思います。それではマックさんよろしくお願いします。いいですか？じゃあ3分間スタートします。スタート。はい、ではよろしくお願いします。今回のタイトルとしまして、仮想通貨をやってみたということで、すごいタイムリーな話題だと思うんですね。仮想通貨のゲームとかも出てるので、すごいタイムリーな話題かなと思って選びました。簡単に自己紹介します。名前は牧和樹と言います。で、今回このライトニングトークを行うプレイ&クリエイトの運営に所属しております。Twitter よかったらフォローしてください。ということで、まず仮想通貨、そもそも仮想通貨は何なんだってことで、仮想通貨っていうのはインターネット上で、使うことができる通貨です。で、その仮想通貨なんですけども、メリットが1、2、3と3つございます。1つ目が、海外送金や決済がスムーズ。2つ目が、匿名で集金が可能。QR コードを読み取るだけとかね。で3つ目、これが、値動きを利用した資産運用ということで、今回僕はこの値動きを利用した資産運用を行うことで、ちょっと一儲けしようと思って、挑戦してみました。でも手を出した理由としまして、ちゃんとした一応理由があります。何かと言いますと、やっぱ制作資金を集めたいっていうのがありまして、やっぱどうしてもね、ソフトとかいろいろあるじゃないですか。そういったものを買うためにちょっと仮想通貨で一儲けしたいなと思って今回手を出してみました。で実際にやってみたんですけれども、でも結構意外に儲かります。大体そうですね、プレイステーション4とかが買えるぐらいには 2,3 ヶ月で儲けることができました。そう、すごいでしょう。ぜひ皆さんもやってみてくださいでもけれども、チャートに釘付け振動がすごい、もう波がすごいんで、もうバクバクですよ、振動。で結局ですね、なんかゲーム作れてねえじゃんってなってしまいまして、もうこれどうなんだろうなっていうのがちょっとありました。やっぱりね、何事にも根気は必要だなっていうのが今回のまとめということで、じゃあちょっと早いですけどもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、早速いきましょうか。じゃあプレゼン開始します。ではスタート。ブックマークレットが来たということで、福永です。よろしくお願いします。まず明けましておめでとうございます新年一発目なんで、おなじみパックの、福永です。パックおなじみですね。本日の内容は、皆さんご存知かと思われます。ブックマークレットっていうものをね、最近ちょっと知ってですね、使ってみたらめっちゃ便利やったんで、ぜひ紹介したいなということで、紹介させていただきます。ブックマークレットなんやねん、簡単に言うと最近便利だったなというお話をしたいなということです。じゃあ何だっけっていうところで、
ウェブブラウザ上の好きなところで JavaScript のプログラムを実行する機能でございます。どういうことかっていうと、JavaScript 自体をブックマークしておくことができる機能ですね。これがね、各ブラウザ、Google Chrome だったり Firefox だったりについてまして、こうやってね、ブックマークしておくことでボタンポチーでそのページでプログラムを動かすことができますという機能になります。こんな感じにブックマークをですね、実際に登録するときに URL のところに JavaScript のコードを入れていきます。そしたらそのプログラムが登録できて、そのブックマークのボタンをポチーってしたらもうプログラムが動きます。で、実際どんなことができるのっていうところなんですけども、フォームの自動入力ポップアップの呼び出し、動画の再生位置や再生速度の変更などなど、要は JavaScript っていうプログラムでできることが基本的にできますよということなんですけども、逆にどんなことができないのか。ページをまたいで処理をしたり、例えば今のページに表示させているこれを次のページで表示させるだとか、そこの情報をなんかまたぐだったりとかは、できないわけではないんですけども非常に難しいです。あとは、フレーム iFrame なんていう、HTML の構造なんですけども、一部利用できないものがあったりします。で、実際そういうブックマークレットどうやって使っているのかって言いますと、選択中の言葉を翻訳だったり、ブラウザ上で選択している文字列を取得してですね、Google 翻訳の URL を生成してジャンプする。ポチってしたらもう選択した言葉の翻訳が見れるだったり、サイトの記事をランダムで開く、その URL の一部をランダムに生成してですね、なんとかウィキみたいなところの記事をランダムで開いたり、暇つぶしに結構使えます。あとは某動画を見るサイトで動画の再生速度を変えるということで、2倍速で見たりとかしたら、短時間で動画がいっぱい見れますよとか、こんな風に使ってました。まとめとしまして楽しいぞということです。ありがとうございました。今日も終わりましたね。内容に関してはツッコミは直接本人の方にお願いいたします。はい、では始めていこうと思います。ではスタート。はい、よろしくお願いいたします。今回 e スポーツと同人ゲームということでプレゼンの方をさせていただきたいと思います。自己紹介、山口優と申します。プレ&プレートの作った人です。で、プロ e スポーツチームの野良連合というところで、選手やってた時期があります。今副代表やってますということで、作る方、ゲーム作ったり遊んだりと、両方積極的にやってた人です。だからサークル名はプレ&プレートって言いますって感じで。はい、日本の e スポーツどうなるのっていうのを紹介させていただきます。紹介っていうか僕の話ですね。で、個人的なスタンスではまだまだ揉めるよねっていうことがあります。新団体できることはよく言われてるんですけども、外側と内側ですごい温度差あります。国外の、サンフランシスコとかで活躍されてる日本人選手がなんか問題発言したりですとか、内部は内部でなんかいろいろその人たちに対して言ってたりですとか、結構温度差あります。で、賞金とかライセンス制度の問題があったりですとか、プロチームのお世話事情かなり今寂しいです。国外のチームはですね、10億円グッズ売り上げてたりとかするんですけど、日本のチーム一番儲けてるところで売り上げが1000万円、利益にすると300万ぐらいですかね、わかんないですけども、そんな感じでなかなかお世話事情厳しいところあります。ただすごい前向きなお話もあって、国内企業の取り組みですとか、学生たちの取り組みというところはすごい明るい未来があります。というのもですね、国内企業の取り組みとして、トヨタ、車で有名ですね、トヨタさんがオーバーウォッチプロリーグのスポンサーに、残念ながら海外のリーグなんですけども、スポンサーになられてたりですとか、日清さん、カップヌードルですね、カップヌードルが、エボジャパンってちょうど今やってるんですけども、東京である格闘ゲームの大会で、スポンサーやられてたりですとか、有名なプロゲーマーの人たちが、ゲームの、大手ゲーム開発会社に、就職されてたりですとかみたいな形で、日本の国内の企業もそのような取り組みをして今 e スポーツ活性化させようという動きが活発になっています。で、東京大学さんがロール大会で優勝してたりとか、リーグオブレジェンドのゲームで優勝したりとか、イベントやってたりとかすごい活躍してます。で、e スポーツと同時にインディーズゲームの、可能性ということで、e スポーツって結局誰のものと思って、ユーザーのものです。で、e スポーツ、どんなゲームでも成り立ちます。ゴールがあればね、それに対して、タイムアタックとかでも、e スポーツっていうスポーツが成り立つと思ってまして、コミュニティに対してお金っていうのは全然いらないです。賞金なんかもいらなくても、みんなゲームを要は遊びたい人たちがそれを競技として楽しんだのが e スポーツなので、
別にその、プロとかに話をかけなければ全然楽しむことができますと。で、同時のインディーズ実際盛り上がってるじゃないですかってことで、去年ビットサミットさんですとか、メガビットさんとかでも、いろんなインディーズとか同時のゲームでe スポーツ盛り上がってました。e スポーツっていう名前は付けてないですけど、結局、競技でチョコレート世界大会という題目つけてやってたりとかするので、そういった大会をやっていますと。で、見ていて面白いゲームがe スポーツに向いているってことで、特にその一般のゲーム会社、残念残念。ありがとうございました。残念でした。ありがとうございました。はい、まさしく、弾丸のような速さで、1人3分の持ち時間で、5組の皆さんに出ていただきました。プレイヤーとクリエイトの皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いします。どなたか何かご質問のある方おられますでしょうか。手を挙げてください。仮想通貨すごく興味あって確かにゲーム制作してる方ってお金事情が常につきまとうので、一つの選択肢かなと思うんですけども、実際ちょっとお小遣い程度で儲かったっていうことで、ちょっともしよかったら後で個人的に相談に乗っていただいてよろしいですか。